皆さんこんにちは、ゆうすけハニビーです。よろしくお願いします。私ね、去年の夏、8月に2週間ぐらいヨーロッパ旅行に行ったんですね、彼と。で、その時に私実はちょっと本を出版したんですね。どんな本かね、気になるじゃないですか。実は写真集を出版させていただきました。出版ってそんななんか本屋さんで売ってるとかではないんですけど、ホワイトウォールっていう自分の使いたい写真をウェブ上でね入れてアルバムをね作れるみたいなウェブサイトがあるんですけど、それでその2週間のヨーロッパ旅行のね本を作ったんです。で行った国としてはアムステルダムなのでオランダとデンマークのコペンハーゲンとあとドイツのベルリンに行ってきて、その時に作ったその写真集のお話を今日はしたいと思うのでよろしくお願いします。表紙からねお話ししたいんですけど、アムステルダムにいる時になんかフィギュアショップみたいなのがあって、でそこに入ったんですね。でその時に可愛いフィギュアがね売ってて、それでこれ可愛いなっつってそのね彼氏と買ったんですよね。抽選みたいな感じなんですね。でそれで私はこのジジっていう子なんですけど、この子のこのスタイルが欲しいって思ってて、で彼はこの裏表紙はねこのまた別のポピーっていう子なんですけど、彼はこの子のこのスタイルが欲しいって考えたらしいんですよ。そしたらもうたまたま2人とも欲しいものバーンって当たって、びっくりみたいな感じだったんですね。まずね1ページ目開けるとこんな感じで、まず最初普通に白のページなんですけど、1枚目これ私の写真から始まるんですけど、これはどこやったかな、ベルリンですね。でそれでベルリンに到着した当日かな、これ当日に彼が撮ってくれた写真ですね。私髪の毛も短いし、なんかもうファッションのなんかテイストも若いって感じなんですけど、でもこの写真なんかこうオープニングみたいな感じでこうなんか物語が始まりそうじゃないですか。なのでこの写真1枚目にしました。で2枚目めくると、これはね本当にヨーロッパ旅行の初日ですね。もう初日のね話、えぐい話なんですけど、私このヨーロッパ旅行もともと彼と会う前に一人旅として計画してたんですね。でもう彼と出会って、で一緒にヨーロッパ行ったら楽しいよなということで、それで彼は別のフライトチケットを買ってって感じだったんですね。でそれで当日空港行くじゃないですか。で空港行って、そしたらあなたの席確保されてないですって言われて、いやいやいや何言ってるんですかって、私買いましたよチケットっつって画面見せたら、いやそれあなたサードパーティーでそのなんかエージェントとか通して買ったでしょ、だからサードパーティーから買った時オーバーブッキングとか結構起きるから、あなたの席キャンセル待ちですって言われて、みたいな。アムステルダムのホテル私の名前で取ってるんですけど、彼家なき子になっちゃう、どうしようと思って、でそれでもうやばいやばいってなったんですけど、最終的にニューヨークからロンドン行きの1本目の飛行機に乗れたんですよ。でそれで次ロンドンからアムステルダムの便にね乗ろうとしたら、なんかまたねフライトがもう完全にキャンセルされてて、もうアムステルダムに行く便明日までありませんって言われて、いや明日までないってまだ朝の8時やねみたいな、ホテル取ったから今日はそこで泊まってくださいって言われて、なんかもうよくわからんところでねなんか泊まらされそうになったんですよ。でも私はもうねその日中にねアムステルダムに何があっても絶対行くと思ったので、もう何回も電話して、キャンセル待ちないですかキャンセル待ちないですかって、もうほんまに鬼のように電話して、そしたら3時間後ぐらいに実は空き出ました、この便乗りますかって言われたんで、もう当たり前やろと思って乗らせてもらって、到着時刻はちょっと遅れたんですけど予定通りアムステルダムに着いて合流したっていうお話があります。もう2人ともそんなことがあったので、もう疲れてたんですね。でこれ最初のレストラン、アムステルダムのなんかね可愛い名前忘れたんですけど、そこで頼んだ、ロブスターのパスタと旅の中で撮った2人の写真の1枚目です。これで次のページはこれは、私が撮った写真ですね。アムステルダムの本当にど真ん中のとこで、確かこれアンネ・フランクのミュージアムに入りたいなと思って2人で行ったら6週間待ちですって言われて、ミュージアム入るのに6週間待ちとかあるっていう状況の写真です。で、なので入れなかったので、目の前に写ってた綺麗な街並みを代わりに写真に撮らせていただきましたっていう感じです。我なりにめっちゃ綺麗に撮れたなと思うんですよ、この写真。
で次のページはこれはアムステルダムで2人でね髪をね切りに行ったんですよね。でその時にバーバーショップで撮った彼の足です。でこの靴もテラっていうアムステルダムの本当にローカルの靴のブランドがあるんですね。でそこで2人とも靴買ったっていうおニューの靴を彼がね履いてます。次のページ、これ美術館ですね。美術館に入って1個目の部屋やったと思うんですけど、そこで撮った、写真です。私たちの家もめちゃくちゃもうアンティークアートいっぱい壁中に飾ってるんですけど、だからこれにね最初結構インスパイアされたなって思いました。次のページはこれはこれもアムステルダムのヴィンテージショップですね。ここねめっちゃ良かったです。デザイナーのヴィンテージとあとカフェも、設備されてたんですね。でここで私はプラダのシャツ多分150ユーロぐらいで買って、彼はカバリのねデニムとかトップスとかね買ってたんですけど、すごいリーズナブルで状態もいいしめちゃくちゃいいお店でした。でこの人店員さんやったんですけどめちゃくちゃねいい人で可愛い人でね本当に助かったって感じです。本当おすすめですこのお店。で次はこれはホテルの中で新しい靴を履いてる私の影の写真ですなんかねこれすごいなんかその視覚的にこうバーって結構インパクトあるじゃないですか。なんでねこの写真はねその縁なしと言いますかページ中もうフルページで、使わせていただきました。で次のページこれは、アムステルダムの道端で見つけたにゃんこで犬飼ってるんですけど実は猫派でもう猫見たらもう可愛いって感じなんです。なので写真撮っちゃうんですけどまあ猫アレルギーなのであんま近づけないんですよね残念ながら。うちのねワンコプルーっていうんですけどもうプルーはもう可愛すぎてなんかね犬っていうよりかなんか猫みたいな感じなんですよ。犬の体に猫の魂が入った生き物みたいな感じなんですねうちのプル多分ここに写ってると思いますけども本当に可愛いですこの子もう。次のページはこれはねアムステルダムの最後の夜やったと思います。もうオランダ料理疲れた違う料理食べたいなって時になんか街中で見つけたイタリアンのお店に入りました。すごいなんか昔ながらのイタリアンみたいなレストランでねご飯美味しかったです結構。で多分次のページぐらいから多分ねコペンハーゲンに移ると思うんですけどそうですねこれコペンハーゲンの最初の写真です。街中にあったでっかい公園で写真撮ったやつでこれすごいねなんか景色めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。すごいなんか幻想的みたいなこれ本当にこの1枚コペンハーゲンをなんか体現してるなと思ったのでこれをコペンハーゲンチャプターの1枚目としてね使ってます。で次のページはこれはDo you remember where this was? Copenhagen Botanical Garden。なんかねコペンハーゲンにある庭園なんていうんですかね日本語でなんかその植物とかいっぱいねある公園にね行ったんですよ。でそこで撮った写真です。なんかね私こんななんか猿みたいにバナナ撮ってますみたいな感じで彼はこんななんか決まってる感じでアムステルダムのヴィンテージショップで買ったカバリの新しい服を上下着てますで次のページはこれはコペンハーゲンのまた美術館ですね。名前忘れちゃった。Do you remember the name of this museum? The Design Museum。そうなんかコペンハーゲンのなんかデザインミュージアムちょっとね名前また書いときますに行った時に撮った写真です。これ私ですね。こうなんか鏡加工して両ページに載せてます。次のページは私と彼が載ってます。これはね同じミュージアムで、のなんかその庭園みたいなとこで撮ったんですけどこれ私とこれ彼ですね。同じこう構図で載せました2人でこれもまたボタニカルガーデンで撮った写真ですね。なんかね一つその小さいなんか蝶々の空間みたいなとこで本当にもう入ったらもう蝶々がもうブワーってもう飛びまくってるみたいな部屋があったんですね。でそこで撮った1枚です。なんかすっごい綺麗に撮れてなんかこうなんかめちゃくちゃダイナミックじゃないですか。なんか静止画もう静止画ですけどもちろんそのなんかもうすごいこの蝶々は止まっててこの蝶々は動いててすごいなんかこの命の素晴らしさを感じますよね。で次のページに行くと
これ私の、コペンハーゲンの最後の夜にティボリガーデンっていうなんか遊園地みたいな街中のね遊園地みたいなところがあるんですけど、そこでメリーゴーランドとかまあいろんなねなんかその遊具を2人で回ってる時に撮った写真です。めちゃくちゃ笑顔です。楽しんでます。でこれはコペンハーゲンのこれは街中にねなんか昔王族が住んでたみたいな感じのねミュージアムがあったんですね。でそこで、撮った写真です。めちゃくちゃねこの服とこの背景がめっちゃマッチしてて彼めっちゃいい感じに写ってるのでこうフルページでバーンと載せさせていただきましたと。で次のページはこれは、雨上がり後のあれですね虹ですね。コペンハーゲンめっちゃなんかもう本当に綺麗なんですよね。どこ歩いても綺麗でもう自然もあるしその建築物も綺麗しなんかね本当にこう歩くだけで心が現れるみたいな感じだったんですよね。むちゃくちゃ綺麗でした。で次のページからベルリンになります。もうこの写真めっちゃベルリンをね象徴してるなと思うんですけど、コペンハーゲンからベルリンにこう移動した瞬間にそのなんかもう空気感がねもうガラッて変わったんですよね。なんかコペンハーゲンはもうね自然ナチュラル静か洗練されてるみたいな感じだったんですよね。でベルリンはそのなんかもう結構ニューヨークに近いようなこのカオスさみたいなのがねすごいあって私はそれ結構好きやったんですけど、そのカオスなベルリンの中でも広場があってそこでねなんかのプロテストがあったんですよね。でそこにもうなんかもう若者がもう裸足で街中歩いてるし服もめっちゃなんかもう私が住んでたブッシュウィックみたいなめっちゃヒップスターみたいな感じで本当になんかベルリンって感じでしたすごく。で次のページに行くとこれ私ですエアビのベランダで洗濯物干してる私の姿です。でこの下着この下着は、コペンハーゲンの、デパートで買った、JBS っていうブランドだと思うんですけど本当にねこのブランドの下着めちゃくちゃ好きです。で次はこれベルリンのね街中にあるちょっとねまた名前置いときますけれどもなんかその本当に歴史的なところで写真ね撮ったんですね。これ、私とこれクリス。Leave the past. Yeah, leave the past. でベルリンにいる時は私のね友人でマミっていう子がいるんですけど一緒に泊まっててで、彼女に撮ってもらいました。で次のページこれ私ですね。このシャツアムステルダムで買ったなんかこうレーサーの T シャツなんですけど新しい T シャツ着ちゃってます。でそれで、なんか街中でなんか踊ってる時に彼が写真撮ってくれたのでそれを使わせていただきました。でペロッと次のページこれ彼ですね。クリス新しいこのねハットクボラウムっていうねなんかベルリンのブランドがあるんですよ。なんかアイウェアとか帽子とか作ってるところなんですけどでそこで買った新しい帽子をかぶってる可愛いですね。次のページこれはマジで何みたいな感じだと思うんですけどベルリンの壁ってこういろんなその何ですか絵とかテクスチャーとかなんかこうバーっていろんなその組み合わせがいっぱいあってでその中でもなんかこのね壁のなんかこの表面というかこのなんか何ですかゴツゴツ感がすごいなんかいけてないってなったのでこのページ使わせていただきました。で次のページこれこれベルリンの街中にあるなんか橋があったんですけどでそこでちょっと2人でねの写真を撮っていただきました。いやそろそろ終わりかもしれない。次のページもう終わり。これが最後のページです。これをコペンハーゲンで撮った写真なんですけど、これクリスですね。クリスがこうなんか歩いてる姿ですけどなんかこの雰囲気がめっちゃなんかこうなんか物語のおしまいって感じじゃないですか。その最初のね私の写真これはね結構物語の始まりって感じですけどここに来るとなんかもう終わりなんやみたいな感じですよね。わかります？なんか物語を締めくくってる写真やんってなったのでちょっとこの写真を最後に使わせていただきました。てな感じで私たちの写真集を紹介させていただきました。ありがとうございます。ご視聴いただいてアルバム式にこうバーっていっぱい写真載せるのもいいですけど私たちがやったように雑誌みたいな感じで写真をこうバラバラに載せるのもねできるので表紙の素材とか選べるしページの素材とかもね紙の素材とかも選べるしもし興味がある人はチェックしてみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画までバイバイ。